はいどうも、新田和と申します。今回はこちら、機動戦士ガンダムジークアクスよりハイグレード赤いガンダムを制作していきます。まずキットを見ていきましょう。山下育人さんのデザインの特徴である精密なディティールが非常によく再現されています。無塗装でも劇中のイメージにかなり近いのではないでしょうか。しかしビットの塗り分けなどはハイグレードということもあってほとんどされていない状態となっています。今回は全身をキャンディー塗装で仕上げつつメタリックマーカーを使って部分塗装もしっかりやっていこうと思います。最初はゲート跡やパーティングラインの処理をやっていきます。すねの裏側など一部のパーツには目立つパーティングラインやゲート跡が存在しています。先端に CS ヤスリの800番と紙ヤスのスポンジをつけたアルティマ AT で削っていきます。ざっくり削ったら紙ヤスの1000番、2000番、4000番で磨いていきます。電動ツールはあくまで削る道具、スポンジヤスリは整える道具のイメージで使っています。最後はヤスリの親父の4000番で艶出しをしてヤスリ書きをしていない部分と同程度の艶にします。ゲート跡とパーティングラインの処理が終わりました。若干残っているような気もしますが塗装すれば気にならないはずです。次は V アンテナの加工をします。ハイグレードのガンダムタイプの V アンテナには安全フラッグがついています。このままでは見た目が良くないので尖らせていきます。まずはニッパーで大まかに形状を作ります。フラッグの下部分を切断した後、上側を斜めに切断して尖らせます。あとはヤスリで形状を整えてあげれば OK です。こんな感じになりました。加工前と比較するとだいぶシャープになっています。尖らせすぎると曲がったり折れたりするので個人的にはこれくらいが好みです。では塗装に入っていきます。今回はハイグレードにもかかわらずアドバンスド MS ジョイント採用の ABS パーツがあるのでサーフェーサーをしっかりと使っていきます。使用するサフはクワトロポルテのティポ G プライマーサーフェイサーです。 ABS は塗料が定着しづらいので足付け代わりにプライマー入りのサーフェイサーを使っています。 ABS は溶剤に弱く塗装すると破損しやすい素材ではありますが溶剤がパーツに残らないように薄く砂拭きをすれば問題はありません。 EX ブラックを全てのパーツに塗装していきます。キャンディー塗装のベースになるメタリックを明るくするために白下地にするか迷いましたがいつも通り黒を下地にしてキャンディー塗装を行います。いい感じの光沢が出てくれました。これならこの後のメタリックやカラークリアも問題なさそうです。薄い赤色の部分の塗装をします。まずはキャンディー塗装の下地としてスターブライトシルバーを塗っていきます。今回は明るめに発色させたいのでメタリックを若干厚めにしています。これくらいしっかりと塗っておけばこの後に塗るカラークリアもちゃんと発色しそうです。調色したカラークリアを塗っていきます。シャーザクの薄い赤色を再現できるクリア塗料は市販されていないのでクリアピンクをベースに調色を行いました。薄いカラークリアはムラになりやすい上にちょっと塗りすぎると色がガラッと変わってしまうのでかなり気を使って塗装しています。若干濃いめに見えますが濃い赤はとことん濃くするので大丈夫です。この後大量のパーツを同じ色に塗るのが結構大変でした。濃い赤色の部分を塗装します。キャンディー塗装の下地として GX メタルレッドを使っていきます。下地に赤系統の色を含むメタリックを使用すると色ムラが出にくい上に綺麗で濃い赤色を簡単に出すことができます。こんな感じで発色していれば OK です。下地が黒なので若干暗い印象を受けますが濃いレッドにする場合はこの程度でも大丈夫です。ボーンペイントのコンクレットクリアを塗っていきます。この塗料は結構色が濃いので同ブランドのフルグロスクリアを使って色を若干薄めています。また色が濃いだけでなく顔料系クリアですのでデカールへの色移りも発生しないのが嬉しいところです。いい感じに塗れました。深くて鮮やかな素晴らしい赤色です。これだけ色が濃ければ先ほど塗った薄い赤色とのコントラスト差も十分に確保できそうです。次はフレームなどの内装パーツにスターブライトアイアンを塗っていきます。スターブライトアイアンは厚く塗ってしまうとシルバーに寄ってしまうので塗りすぎないように注意しています。この主張しつつそれでいて目立ちすぎない感じはアイアン系メタリックの特徴ですね。適度な重厚感もあって使いやすいです。ライフルやハンマーなど灰色を基調とした部分にガンメタルを塗っていきます。ガンメタルもアイアン系ではありますが暖色系の色なのでスターブライトアイアンとはまた違った印象です。
こちらも重厚感たっぷり、武器として主張しながらも本体よりも目立たない感じに仕上がりました。目の部分の塗装をします。まずは下地としてムーンストーンパールを塗っていきます。パール塗料の性質上、黒下地にそのまま塗るとパールの色のみで綺麗に発色させることができます。続いて蛍光ブルーグリーンを塗っていきます。若干緑が入っていますが、綺麗なブルーに発光する塗料です。目が別パーツになっているので発光ギミックを簡単に仕込むことができます。最後はボーンペイントのコンクピンククリアを塗っていきます。青緑の上にピンクを重ねることで赤いガンダムの独特な色をしたツインアイの色に寄せています。シールドの塗装をしていきます。まずはスターブライトジュラルミンを全体に塗装します。スターブライトジュラルミンはシルバーよりも若干暗くなった色です。シルバーほどの派手さはいらないけれど、シルバー系の色が欲しい時に使用しています。いい感じの色になってくれました。悪目立ちしない落ち着いた色合いですね。シールドの塗り分けを行っていきます。まずは溝の周囲をマスキングした状態で EX ブラックを塗装します。次にマスキングはそのままにしてガンメタルを塗っていきます。メタリックマーカーなどの使用も考えましたが、この面積をムラなく塗るのは難しいので、マスキングしてからエアブラシ塗装をすることにしました。マスキングを剥がすとこんな感じです。綺麗に塗り分けることができました。シールドのジオンマークを塗っていきます。まずはシールをベースに作成したデータを元にカッティングマシンでマスキングテープをカットします。マスキングテープをシールドに貼ったら、ディスプレイのメタリックマーカーを塗りたくったラップで叩いて塗装します。こんな感じで隙間がほとんどなくなれば OK。 マスキングテープの際の部分はほとんどラップが当たらないので意識して塗装を乗っけています。マスキングを剥がすとこんな感じです。塗装が剥がれた感じを再現することができたんじゃないでしょうか。ビットの塗り分けを行います。ガーレリーのメタリックマーカーのダークアイアンを使って穴の周囲を塗っていきます。ガーレリーのマーカーは塗りムラが目立ちづらい上に発色がいいので非常に使いやすいですね。こんな感じで雑に塗ってしまいました。はみ出た部分は後ほどマジックリンで拭き取るので結構雑に塗っても OK です。今度はディスプレイのメタリックマーカーのイエローでビットの内装パーツを塗っていきます。こちらも塗りムラが出にくく発色がとてもいいマーカーとなっています。先ほどと同じように拭き取り前提で塗っていきます。一通り塗ってみました。外装パーツで見えなくなる部分については拭き取りなどは一切気にする必要がないので気が楽ですね。同じくディスプレイのメタリックマーカーシルバーでタンクを塗っていきます。少しでも凹凸があれば非常に簡単に部分塗装ができるのがマーカーのいいところです。バーニアの部分をディスプレイのメタリックマーカーで塗っていきます。根元の部分はイエローを使います。普通のゴールドで比較すると力強くて派手な色をしていますが、意外と周囲に馴染んでくれるのが不思議です。真ん中の部分はレッドを使用します。こちらも色が濃く、メタリックレッド下地のキャンディーレッドに劣らない発色の良さが素晴らしいです。はみ出たマーカーの拭き取りを行っていきます。拭き取りにはガイアカラーのフィニッシュマスターにマジックリンを染み込ませたものを使っています。水性マーカーの拭き取りが簡単にできるところは部分塗装においては強力なメリットですね。こんな感じに綺麗に塗り分けることができました。拭き取りを駆使すれば複雑な形状でもマスキングなしで塗り分けることが可能です。塗装に対して一度トップコートとして EX クリアを塗っていきます。各種水性マーカーは水性トップコートの使用を推奨していますが、今回は普通にラッカー系の塗料を使っています。何回かテストしましたが、砂吹きから始めて最後にツヤを出すように吹いてあげれば問題はありませんでした。また揮発が早い溶剤を使用して希釈することで水性マーカーの塗膜にダメージを与えないように気をつけています。ツヤが出るまでクリアを吹いたものがこちらです。クリアコートをすることで表面の質感が均一になっています。また水性塗料の弱点である光沢はラッカートップコートのおかげで気になりません。水転写デカールを貼っていきます。使用するデカールはニスを剥がすことができる明日のデカールです。ニスが剥がれるためデカール貼り付け後のクリアコートで段差ができません。大まかな位置が決まったら綿棒で水分を吸ってパーツに密着させます。5時間ぐらい乾燥させたらマスキングテープを使ってニスを取り除きます。久しぶりにデカールを使ったのですがうまくいってよかったです。最後のトップコートを行います。まずはデカールを傷めないように砂吹きで塗膜を作ります。次にツヤが出るまできっちりとクリアを吹いてあげれば完成です。
クリアを吹いたものがこちらです。非常にいい感じの光沢になってくれました。これで全ての作業が完了しました。塗装が終わったので組み立てを行っていきます。今回はメタリックマーカーなども駆使して塗装をしてみました。普段はエアブラシと一部筆塗りって感じだったのですが、マーカーもめっちゃいい感じですね。筆の掃除とかしなくていいのがとても楽です。あと動画編集している途中で気づいたのですが、ビットが上下逆になってますね。動画の方もカメラを画角を変えてみたり、いろいろチャレンジをしてはみたんですが、微妙な点多々ありって感じです。まだまだ動画もプラモも修行が必要ですね。精進あるのみです。改めまして、今回は G クワックスよりハイグレード赤いガンダムをキャンディー塗装とメタリックでギラギラに仕上げてみました。ディティールマシマシ、これって本当にハイグレードなのと思いながら制作していました。バンダイ驚異の技術力って感じですね。それはそれとして追加のビット4機はいつ発売するんでしょうか。バンダイさん何卒発売をお願いいたします。さて、動画が上がっている日は6月17日頃かと思います。機動戦士ガンダム G クワックスもいよいよ佳境、残り2話という感じでしょうか。マチュ、ニャーン、シュウジ、エグザベ君、小森さん、シャリアブル、彼らがどんな結末を迎えるのか楽しみな反面めっちゃドキドキしています。それでは今回の動画はこれにて以上となります。もしいい感じじゃんと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などぜひお願いいたします。また感想などございましたらお気軽にコメントをいただけますと幸いでございます。今回の動画もご覧いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。